ミルトンチャンネルです。今日は前回取り付けた FF ヒーターの配管部分に10分程度 DIY して前回よりさらに安全に使えるようにしてみました。その対策した映像がこちら。今回はこの緑園の FF ヒーターを使って車内をサウナ化してみたり、20時間以上連続運転させて車中泊で使ったり、かなりハードな使い方をしても超便利に使えることが分かってめっちゃ楽しかったです。一昨年の冬、私はエブリィの床下に穴を開け FF ヒーターを DIY。 この床下の部分に FF ヒーターと給油タンクを埋め込んで使っていました。これは車内をすっきり利用できるのでとても使いやすいのですが、 DIY という観点ではデメリットもあり、床下に穴を開ける必要があり、この車体の下に潜ってこういった排気パイプや穴を適切に処理しなければいけないので結構大変な作業でした。前回は車体に一切穴開けせず簡単に FF ヒーターを取り付ける方法を思いついたので、その動画を DIY で出しましたが、その動画のコメント欄で安全に使用するには複数の問題があると視聴者の方にご指摘いただきました。私一人では思いつきもしなかった改善案もいろいろと教えていただけて大変ありがたかったです。今回の動画では DIY 初心者の方でも簡単に安全対策でき、安心して FF ヒーターを使えるように施工していきます。もし FF ヒーターを穴開けなしで取り付けたい方は前回の動画と今回の動画2本合わせてご覧ください。まず1つ目の問題点、排気パイプの曲げ方について改善します。これは FF ヒーターのぐらつきを抑えようと本体をなるべく低い位置に設置したためにこのような勾配でパイプを曲げたんですが、この曲げ方には問題があり、パイプの曲がっている部分に水が溜まる可能性があるそうです。これは FF ヒーターの排気管からは排気ガスだけではなく水蒸気も一緒に排出されるために起こる現象で、サイレンサーの部分にはこの穴から水滴を排出するようになっています。この水滴で配管が塞がれるのを防ぐために排気パイプは出口に向かって下向きに勾配させる必要があるので手で曲げ直していきます。このパイプしっかりした作りでそこそこ硬いんですが、力を入れればどなたでも曲げられると思います。はい、こんな感じで90度より少しだけ傾斜をかけてマフラーを曲げ直しました。でこの部分を熱くならないようにする加工をいろいろ探してみたんですけれども、このどこにでも売っているアルミホイルを使ってここを巻くとどうやら遮熱というのができるそうで、おそらくこの方法でうまくいくと思うので、この部分にアルミホイルを仕込んでみます。これは冷凍ピザにアルミホイルを敷いてオーブンで加熱するとピザだけが熱くなり、アルミホイルはほとんど熱くならないのと同じ原理で、結論から言うと簡単な割に多少熱を下げる効果がありました。この穴の部分を切り取ってここから水滴がきちんと流れるようにしておきます。ちょっとこれで試してみたいと思います。はい、先日作ったこの板を取り付けていくんですが、この板の下の部分はちょっとガタガタしてはいるんですけども、この部分に3ミリほどの隙間があって、この部分をこの下から押し上げた窓で押さえつけることによってこの板をがっつり固定できるようにしています。この板の作り方は前回の動画で詳しく解説しているのでそちらをご参考ください。私のエブリィの場合下から止めると結構うまくいきます。この板を矢印の窓枠方向に押しながら取り付けると板を窓にはめることができます。これでパワーウィンドウを下から持ち上げてあげて、この板を固定すれば OK です。このように近くに近寄らなければ見えないほどの隙間なんですけれども、3ミリから4ミリ程度のガラスを持ち上げることでこの板ががっつり固定されるようになっています。ちなみにこの板は板をつけたままフルスイングで締めても外れることはありません。前回は FF ヒーターを取り付ける位置がかなり低い位置で取り付けてしまったので、この高さを延長ポールを使って高さのかさ上げをしていきます。キャップを外せばこの上の部分がこのようにネジ式になっているので簡単に延長することができます。これらのポールに固定具をつけバスケットを乗せます。このスチールラックに本体を乗せ給排気パイプを取り付けてからラックを板の穴に向かって動かし配管を通していきます。この状態で
温度変化がどのぐらいあるか検証します。 FF ヒーターの固定は短いタイプの耐震のポールを使って固定します。小づいたぐらいではびくともしないような感じで取り付けることができました。この部分の表面温度をチェックします。サイレンサーの部分は21度程度になっています。そして一番温度が高そうなこの部分も表面温度は32度程度になっています。マフラーの部分の温度はかなり温度が下がった印象です。これが触れるかどうか試してみます。触れることは触れるんですが、やはり多少熱さを感じてしまいます。ストーブを触った時のような熱さほどではないんですが、このアルミの表面の下にはステンレスのパイプが通っていて、その部分に直接触れてしまうことで熱を感じるようになっているようです。このアルミ箔を巻いたことで一定の遮熱効果はあったんですが、さらに安全性を高めるために別の一手を考えました。それはホームセンターで購入したこのようなステンレスの網を使うこと。この網は10センチあたり200円程度で購入できました。取り付け方はこんな感じ。この FF ヒーターのサイレンサーをこのようにあらかじめ金網に巻きつけ、クリップでこの部分で固定して、これで巻いていきます。この部分をクリップで留めます。この金網をこの部分にセットしていきます。この金網をつけたことによって熱が下がってくれるといいんですが、 FF ヒーターを動かしてみます。はい、一番熱いところは瞬間的に150度程度いってるんですが、この上や側面の部分、一応23度ですとか、上の上部でもどれほど熱くても50度程度になっています。この温度はスマホが加熱された程度の温度なので、問題なくこのように手で触ることができます。この金網を巻くことでやけどの心配はなくなります。あったかくていい感じですね。ちょっと見た目がこのように武骨になってしまうんですが、この配管に巻きつけた金網のカバー、後ほどこの DIY はやり直すことにするんですが、そのやり直しの前にこの FF ヒーターの軽油の燃費を測ります。燃費の計測にあたって FF ヒーターの軽油を全て使い切りました。給油量が不足しているため運転を停止します。この燃料タンクに空の状態でちょうど 500ml の軽油を入れます。この軽油でどのぐらいの時間この FF ヒーターが動くか試します。ストップウォッチを動かします。この軽油で動かしている FF ヒーターなんですけれども、最初の段階だけ白い煙がふわっと10秒間ほど煙が出ます。でその10秒が過ぎたら透明な排気ガスに変わるんですが、その瞬間だけ一応撮影しておきたいと思います。はい、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、もう消えましたね。うっすらこの辺りから煙が出ていたんですが、もう消えちゃいましたね。軽油を使った場合、煙がほとんど出ないような感じですね。ずっとチェックしていたんですけれども、最初の10秒過ぎてしまうと煙がほとんど出なくなるような感じです。最初の1分ほどはこのデシベル計が70から80デシベルぐらいを指すんですが、運転が安定してきて火力が1の状態だと音量もかなり下がってきます。車外の音量は排気口から1メートルほどの距離で約57デシベル程度、車内の音量も測ってみると同じく57デシベル程度。これは家庭用エアコンの室外機や静かな事務所の中ぐらいの音量がします。これは床下に埋めている FF ヒーターとほぼ同じぐらいの音量なんですが、床下から聞こえてくるのはこの板やその上に防振材等を置いているので、聞こえてくる音量としてはもっと小さい音量になります。それに対しこの緑園の FF ヒーターはそもそも音の鳴る元がこの部分にあるので、人によっては気になる方もいらっしゃるかもしれません。この緑園の取り付け説明書によると、燃料計量ポンプというポンプが FF ヒーターから聞こえてくるコツコツコツという音を発しています。このコツコツ音を低減させるには、こういったカバーを外して防振防音の施工をすれば、もしかしたら小さくなるかもしれません。これも後ほど施工して静音化します。はい、 FF ヒーターを数時間動かしてるんですけども、やけどをしない観点でもステンレスの金網を使ってこのように巻いてあげるのが効果的にやけど対策には効くようです。このように手で触っても全く問題なく触れますので、そういった意味では安心して使えると思います。現在の時刻22時46分、
ガレージ内の気温は3度です。結構寒いです。FF ヒーターを回し始めて1時間半が経ちました。車内の気温は 31.7 度。あったかいを通り越して暑いです。給油量が不足しているため運転を停止します。500ml で動かせた時間は4時間6分。私がこの床の下に仕込んでいる FF ヒーターも1リットルで8時間動きましたので、この床下の 2kW の FF ヒーターとほぼ同じ燃費です。はい、こんな感じでステンレスの金網を巻いて FF ヒーターを動かしてみたんですけれども、特に発熱することもなかったので安全性的にはこれで問題ないと思います。取り外しもこんな感じで簡単にスコッと抜けて、先日ご紹介したダイソーの衣装ケースの中にもピタッと収まってくれるんで、これで問題ないと思うんですが、もっと見栄えよく安全に取り付けたいと思うので、この部分の施工をやり直します。こんな感じにパイプを曲げて車体側に寄せるようにしました。この水蒸気の出る排水の穴が車体等に触れないような感じの仕組みにしてあります。で、この部分を覆うような換気扇のフードというのが売っているようなので、視聴者さんに教えてもらった方法なんですが、それをこの部分に仕込んでいきたいと思います。はい、それでこの FF ヒーターなんですが、トータル40時間ぐらい動かしました。軽油の消費量はだいたい5リットルぐらいです。それでこの FF ヒーターの下の排気口の部分なんですが、このような感じでわずか40時間なんですが、すすがめちゃくちゃついています。これはこの緑園の FF ヒーターに限った話ではなくて、どの FF ヒーターでもこのようにすすが溜まっていくんですが、こんな感じでかなりすすがついています。この手の FF ヒーターはだいたい1年に1回ぐらいはすすを取るメンテナンスをした方がいいそうで、大半の FF ヒーターの不具合はこういったすすが中に詰まることによってこの機械が動かなくなるそうです。約5日間たった40時間でもこのぐらいのすすがついてしまいます。で、今回はこの FF ヒーターのコツコツ音を減らすためにこれをまず分解してみます。で、作りとしては非常にシンプルで、このように燃料タンクも FF ヒーターの本体と一応分離できるようにはなっているようです。裏面をチェックしてみます。で、裏面はこんな感じになっていて、この部分が FF ヒーターのポンプの役割をしていて、コツ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 という音を立ててしまう部分になっています。なのでこの部分をもう少し養生するなりなんなりして音が軽減できるようにやってみます。はい、このポンプの部分にこのようなフリースの端切れを巻いてみます。こんな感じでちょっと無理やり感があるんですが、フリースを仕込んでみました。それで FF ヒーターのケース自体がこのように 1.5 から2センチ程度遊びがあるような設計になっているので、これでも問題なくこのケースをかぶせられると思います。とりあえずやってみます。ほんの少しここの部分が膨らんでいたりして、かなり無理やりフリースを仕込んだ感はあるんですが、とりあえずこれで振動と音が多少は軽減すると思うので、これで様子を見てみたいと思います。はい、では次は灯油を 500ml 用意したので、これを入れて FF ヒーターを動かしてみます。 FF ヒーターに灯油を入れてセッティングをしたので、実際に駆動させてみたいと思います。ちょっとこの部分の換気扇フードは一旦保留にしておいて、先に灯油を入れても問題なく動くのかを検証します。運転が開始されました。はい、軽油で動かした際が4時間6分だったんですけれども、これが灯油に切り替えてどのぐらいの時間になるかを計測してみます。現在の時刻17時24分、ガレージの中の気温は2度です。結構寒いです。はい、問題なく動き始めました。この排気管から出る匂いは軽油の時とほとんど変わらないような匂いです。これは灯油と軽油が同じケロシンと呼ばれる成分でできているからだと思います。煙も一応出るには出ているんですけども、これも軽油の時とほとんど変わらないような感じで、一瞬白い煙が出てすぐに透明な排気ガスに変わりました。
FF ヒーターを動かしてから約19分が経過しました。運転が安定してきたので、灯油で測った時の音量も測ってみます。排気口から約1メートルの距離で音量は約58デシベル程度。これはパナソニック製のエアコンの室外機とほぼ同じぐらいの音量なので、駐車場で使ってもほとんど問題ないと思います。はい。で、車内の音量をちょっと計測してみたんですけれども、こんな感じです。静音対策したはずの音量はまさかの65デシベル超えの瞬間もあります。こんな感じで60デシベルを超えるような音量も出ていて、このコツコツ音がほとんど軽減してないというか、逆にコツコツ音が大きくなっちゃってるような感じです。おそらくなんですけれども、今ここの部分を触っていてわかるんですが、鉄のカバーのところにこのポンプの振動をものすごく感じていて、フリースでポンプを包んだことで鉄の部分に直接振動が伝わって、太鼓のような感じでこの部分が響くような感じになっちゃってますね。この灯油で動かす検証が終わったら、やり方を少し変えて静音化させてみようと思います。はい。それから灯油で動かした際のポータブル電源の消費電力なんですが、約6ワット程度。これは軽油で動かした際の消費電力も同じ6ワットぐらいでしたので、そういった意味では軽油と灯油で燃料を変えたからといって電気の消費量が大きくなったり、外の排気の音量が大きくなったり、そういったことはないようです。はい。灯油で FF ヒーターを動かし始めて2時間40分が経過しました。排気口の部分からは特に白煙等が上がることもなく、順調に車内を温められています。車内の気温は30度、湿度 30%。給油量が不足しているため、運転を停止します。500ml の灯油で4時間4分57秒動かすことができました。これは軽油とほとんど変わらないので、緑園のマニュアルには軽油のみを使うように指示されていますが、灯油を使っても問題なさそうです。排気管のセッティングも排気口が下になるようにセッティングして、特に問題もなかったので、このままこの部分に換気扇フードを取り付けてみたいと思います。ちょっとここにぴったりするものがホームセンターに売ってるかちょっとわからないんですけども、ホームセンターに行ってみます。この後ホームセンターを3軒ほど回ったのですが、なかなかいいものが見つかりませんでした。その代わりダイソーでこの釣り戸棚用バスケットというものを見つけました。これはサイズが横幅40センチ、奥行き 25.5 センチ、この高さの部分が14センチとなっていて、こちらの価格は200円。これは本来はこのようにカラーボードに引っ掛けて使うような仕組みになっているんですが、実際にこれを仮で合わせてみるとこんな感じ。この出口のマフラーの部分から含めて、このサイレンサーの部分も全てこのカゴで覆うことができます。こういったような形でセッティングしてもいいですし、これを反対にしてこれでも安全対策としてはバッチリだと思います。これをほんのちょっと加工して使いたいと思います。このバスケットのこの横の引っ掛ける部分、この部分邪魔なのでペンチで折り切ってしまいたいと思います。はい、このような感じで折り曲げたり伸ばしたりすることで金属疲労で折れてくれました。ではこのカゴを実際に合わせてみたいと思います。まずここに上があるパターンだとこんな感じになりますね。これでもいいですね。でこれを逆にこんな向きで使うことも可能っぽいですね。これも不意にこの部分に触ることがなくなるんで、かなり安全性は高まると思います。こういった FF ヒーターの熱はここから上に上がるので、この金網自体が加熱される恐れもなくなるので、僕はこんな感じで取り付けれるようにしたいと思います。はい、それでこの金網の固定にはこのセリアで購入したランプフックというものを使って固定していきます。これはよく壁等にこのねじ込んで刺す引っ掛けるフックなんですが、これの一番小さいもの2つを使って固定していきます。この金網の固定は本当に簡単で、このように合わせてこのフックをこの辺りにつけて引っ掛けて固定します。はい、こんな感じで取り付けました。横向きにはしてあるんですが、これはちょっと画面で伝わるかわかんないんですが、このようにカゴがほんの少したわんでくれるので、この網のたわみを利用してまずこちら側を引っ掛けて、その次にこちら側に少したわみを使ってへこませた後にこのように引っ掛けると、このようにもう風が吹いても落ちないような感じになります。手や体等が
この辺りに来ても誤ってこのサイレンサーに触ることがないようになっています。またこのように多少上下させてもこのカゴが外れることがないようになっています。さすがにこのように手を入れられちゃうと触れたりはするんですが、そんなことする方はいないと思うので、これでよしとします。でこちらのカゴの取り外しはとても簡単で、このように横から少しこのカゴを押してあげるだけでワンタッチで取れてしまいます。取り付けもこのように一瞬で終わります。ちょっと見た目的には DIY 感がすごくあるんですが、このマフラーに触ることができなくなったので、とりあえずの安全対策はこれでよしとします。はい、この FF ヒーターのコツコツ音対策なんですが、どうしても気になるので、この音量を下げるべくさらに調整してみます。この部分に巻いているフリースの養生を取っていきます。このポンプの部分のこの硬いゴムがポンプの振動がこの本体やこの燃料タンクの部分に振動が伝わって音が増長されているような感じだったので、この硬いゴムなんですが、このようにスライドさせるとこちらの方に動かすことができます。でこれはこれでもうこのまま取り外さずに、ここの部分でこのポンプが浮いている状態を作りたいと思います。それにあたってこのような柔らかいフリースの素材で巻いてあげて、この本体とこの燃料タンクの部分に直接振動が伝わらないようにしてあげるだけで、かなり音量が軽減するんじゃないかなと推測しています。こういったポンプの打撃音というのは、このような柔らかい素材で包んであげると、ドラムやパーカッションのミュートと同じ効果が生まれて、かなり音が軽減できるんじゃないかなと思ってますので、とりあえずこんな感じで施工してみました。ではこの FF ヒーターが空になっているので、灯油を継ぎ足したいと思います。灯油の場合軽油と比べて管理がとても楽なんでありがたいです。はい、こんな感じでパイプをセッティングし終えたので、この状態で音量が下がるかチェックしてみたいと思います。運転が開始されました。 FF ヒーターを駆動させているんですけども、かなりコツコツ音が低減されました。ちなみに純正の黒いゴムだけを使ってこの FF ヒーターを動かしてみると、こんな感じの音になります。こんな感じでかなりコツコツ音が目立ちます。これに対しフリースを巻くとコツコツ音がかなり軽減されました。一番最初に施工した時は、この歯切れの量をちょうど倍の2つこのフリースの歯切れを巻きつけていたんですが、やはり巻きつけすぎも良くないようで、ここに圧力がかかって燃料タンクやこの本体に振動が伝わってしまうようです。なのでどのぐらいが適量かっていうのはちょっと言えないんですけれども、ある程度の振動を防ぐぐらいのこのフリースですとか、あとは柔らかい素材のスポンジ等を巻いてあげると、かなりこのポンプ音は軽減するようです。とりあえず静音化に成功できたので、この状態でこの FF ヒーターを使っていきたいと思います。はい、カバーをつけてみたんですけども、このようにコツコツ音がほぼ消えてくれました。フリースの歯切れをある程度巻いてあげることで、ほとんどこのコツコツ音が聞こえないレベルまで下げることができました。でこの一体型の FF ヒーターなんですが、いつもはこのようなポータブル電源とシガーソケットを使って、この部分から電源を供給して FF ヒーターに電気を供給していたんですが、このポータブル電源を使う方法、実は私あまり気に入ってなくて、それはこのポータブル電源自体に使われているリン酸鉄リチウムイオンセルが寒さにとても弱いこと。実はこの床下に仕込んでいる FF ヒーターとこういったポータブル電源を組み合わせて北海道の車中泊で使ったことがあるんですが、その時はポータブル電源を2台持って行っていて、そのうちの1台が寒さで全く動かなくなってしまいました。真冬の北海道でこういった FF ヒーターを使わずに車中泊するのは個人的にはかなり厳しく、そういった事態は避けたい事案でした。そこで真冬の北海道で活躍してくれたのが、この密閉型の小型の鉛のバッテリー。このバッテリーはこういったポータブル電源が最低気温0度ぐらいまでしか使えないのに対し、こちらの鉛のバッテリーはマイナス15度から50度の間で使用することができます。このため真冬の北海道でも一度もトラブルを起こすことなく FF ヒーターを動かしてくれました。この製品はかなり小型で 36A とワット数に換算すると 12V×36A なので 432Wh。こちらのポータブル電源が 600Wh なのでやや小ぶりではありますが、それほど蓄電量が
こちらに比べて劣るわけではありません。また値段も1万円程度と同容量のポータブル電源よりも安いのも特徴的です。真冬の北海道で FF ヒーターが使えなくなってしまうと本当に困るので、この小さい鉛のバッテリーを一つ持っていくと安心感が全く違います。このバッテリーの使用法はこのようにギボシ端子加工したマイナス極とプラス極、バッテリーとして接続する方はこのように丸型端子を仕込んであります。またこのプラス極のこの部分にはヒューズを仕込んでいて、こちらの FF ヒーターが 120W 程度を使用するので 15A のヒューズをこの中に仕込んでいます。この丸型端子の接続法は絶縁キャップをかぶせてプラス極とマイナス極両方ともボルトを締め上げるだけなので、接続法はとても簡単です。ここでこの端子の接続には2点注意点があります。まずはこのプラス極とマイナス極両方の端子をこのようなレンチを使ってきっちり締め上げておくこと。この部分に緩み等があると発熱発火の危険が増すので、必ずレンチ等で締め上げるようにしてください。次にこのような絶縁キャップをこの上にかぶせておくこと。実は絶縁キャップをかぶせ忘れていて、私は一度やらかしてしまって、このようにプラス極とマイナス極を金属でひっつけてしまったがゆえにボルトが一部溶けてしまっています。こういった事態を招かないためにも絶縁キャップをきっちりかぶせてショート対策をして使うと安心です。ちなみにこの鉛のバッテリーでどのぐらいの時間動くかというと、このバッテリーは 432Wh で、こちらの FF ヒーターの消費電力が安定起動時 5W から 6W 程度なので、 6W だと仮定して432を6で割ってみると72時間。単純計算ではありますが、このバッテリー一つで約丸3日ぐらいは FF ヒーターを動かすことができます。 FF ヒーターを車内にセッティングしていきます。まずは本体をスチールラックの角にかけて斜めにセッティング。次にラックの隙間から吸気パイプをつけていきます。吸気パイプをつけ終えたら一旦ドアを閉めて、車の外側から排気パイプを中に通し、車内に移動して排気パイプを FF ヒーターに取り付けていきます。この際パイプの固定金具を排気パイプに通し、本体の排気口にパイプを接続したら、ドライバーやレンチを使って金網越しですが、このネジをドライバーやレンチで締め上げて、きっちり固定します。次に耐震性の突っ張りポールで固定します。これで多少このようにぶつかったとしても、この FF ヒーターが倒れたりすることはありません。吸気パイプを穴の外に出して、ここに吸気フィルターをつけ、排気パイプと逆の方向に向くようにつけるといいようです。その後サイレンサーをつけ、先ほど取り付けたこの留め具を使ってこのバスケットを固定していきます。少し強めに押してあげればワンタッチできっちり留めることができます。上から見るとこんな感じ、横から見ても3センチほどここまで距離があるので、これでやけどすることはないと思います。とりあえずこれで運転してみます。おそらくこの針金が熱を持つことはないと思うんですが、バスケットの枠が木からはみ出ないようにセッティングをしてあります。そしてこの吸気パイプにも触れないような仕組みになっています。この針金が熱を持たないかっていうのを念のため検証しておきます。鉛バッテリーを接続したので電源を入れます。運転が開始されました。はい、とても暖かい空気が出るようになりました。気にしていた FF ヒーターのコツコツ音なんですけれども、かなり軽減しました。デシベル計で念のため測ってみると、音量は50デシベル。何もしていない時と比べても5デシベル音量が下がりました。この FF ヒーターを最小で動かしていて、こちらのバスケットを触ってみます。全く問題なく触れます。ほとんどというか全く熱くなってなくて、この上のあたりに至っては冷たいぐらいです。この下の部分も全く熱くないので、このようにどんどん叩いたりしてもずれることもありませんので、この施工で全く問題なさそうです。この上のあたりも全く熱くなっていません。で、この FF ヒーターはかなり強力なので、ほとんどの方がこの火力最小で使われると思うんですが、今回はこの火力を
最大の10で動かしてみて、この車内が何度ぐらいまで上がるかを検証してみたいと思います。もしかしたらこの車の中をサウナのようにして使うことができるかもしれません。現在の時刻9時16分、車内の気温は 16.6 度、湿度 60%。 これがどのぐらいでこの車内をマックスの気温にできるかチェックしてみます。現在の時刻9時35分、ガレージの中の気温7度、結構寒いんですが、車内の気温は43度、湿度 20%、 かなり暑くなっています。これでしたら車の中をサウナ代わりに使うことも可能そうです。ちなみに FF ヒーターをマックスで動かした際の車外の音量は約72デシベル。車のアイドリングよりは少し音量小さいですが、それでも結構な音量がします。ちなみにこの金網の部分が熱くなってないかというふうに触ってみると全く熱くなっていません。排気ガスが出ているこの辺りの車体の部分を触ってみても全く熱くありません。この金網の部分も全く熱くありません。サーモグラフィーカメラでチェックするとこんな感じ。木の部分は40度程度に上がっていますが、この車体のこの辺りの部分、排気ガスが出ているところなので熱くなっているかなと思っていたんですが、このように20度程度、こういった使い方でしたら全く問題なく使えそうです。むしろ現在の車内の気温は47度まで上がっているので、車内の方が暑いくらいです。 FF ヒーターの付近の温度は44度、そしてこの辺りの温度は 44.8 度、湿度 11%。 かなり暑いですね。 T シャツ1枚で過ごしてるんですけど、あったかいを通り越してめちゃくちゃ暑いです。こんな感じで使うとほぼサウナ代わりで使います。天井の部分は木製にしてあるのでそれほど暑くなっていないんですが、暑すぎて汗だくになっちゃってます。すごい暑いです。イメージ的には直射日光を受けている車内のような気温になっています。この部分も相当暑くなっています。ヒーターから出た空気はこのようにこの辺りに直撃しているので、このように一番暑いところが57度程度になっています。そしてその上の鉄の部分も53度程度。この 12V クーラーのこの鉄の部分は54度とかになってますね。かなり暑いです。こういった FF ヒーターの使い方はそんなにやる方はいらっしゃらないと思うんですけれども、遠赤外線のサウナぐらいのパワーがありますので、そういった意味では面白い使い方ができるかもしれないです。今回車内をサウナのように使ってみるにあたって、ハードオフで面白いものを見つけたので買ってみました。アイデアプロというメーカーの体操マットという風にして売られていたんですが、中古で2750円でした。このマット意外に寝心地が良さそうで、サイズが縦180センチ×横60センチ、厚さ5センチと、厚さ以外はセルタンと全く同じ大きさです。並べてセルタンのセミシングルのベッドと比較してみるとこんな感じ。かなりコンパクトではあるんですが、低反発のマットなので、触った感じネットカフェのマットレスのような感じで、これを寝具として流用することも可能そうです。ちょっと暑すぎて FF ヒーターを弱めちゃったんですが、このようにマットをいつものセルタンから運動マットに変えてあげることで、車の中をホットヨガをするスペースやサウナ代わりとしても使えそうです。この後、運動マットでしばらく寝てみたんですけれども、やっぱりちょっと背中が痛いですね。低反発で沈み込みがないんでいいかなと思ったんですけども、やっぱりちょっと硬くて、このままではと眠れそうにないんで、やっぱりセルタンのマットレスと交換して眠りたいと思います。このマットレス、取っ手がついてて持ち運び便利なんで、かなりいいかなと思っていたんですけれども、背中が痛くなっちゃいますね。そもそもヨガですとか運動する時に使うマットなんで、背中が痛くなるのはしょうがないですね。この日の最低気温は2度だったんですが、 FF ヒーターが強力なので、寝具はセルタンのマットレスのみで T シャツとハーフパンツだけで朝まで爆睡しました。はい、時刻は10時26分、現在の気温 33.6 度、湿度 22% です。この FF ヒーターを動かし始めたのが確か昨夜の9時ぐらいだったので、13時間半ぐらいこの FF ヒーターを動かしっぱなしにしています。
昨日はこんな感じで掛け布団をかけずに寝たんですけれども、 FF ヒーターあったかいんでもう爆睡しちゃいました。やっぱりすごいあったかくていいですね。真冬でも夏みたいな感じで寝れちゃいます。この外の排気管のガードなんですけども、13時間半連続駆動しましたが、車にも板内部にもどこも熱等で不具合は出ていません。このように焚き火シートを貼った部分も指で触れます。この板の裏側のこの部分も手で触って全く問題ないほど熱くなってないです。この FF ヒーターをつけたまま車内で調理をしてみます。うまっ。ごちそうさまでした。はい、FF ヒーターをこのセッティングで使ってみていいことが一つありました。それはここにつけているこのウォータージャグのこの辺りに風がふんわり当たるので、水がややぬるま湯に変わってくれること。お湯というほどあったかい水ではありませんが、少なくともめちゃくちゃ冷たい水ではなくなるので、この FF ヒーターがこのウォータージャグを温めてくれるんで、そういった意味では冬の車中泊に便利な使い方かもしれません。それで車内で食事をしてみてもう一点気づいたことがありました。それはこの配管を通すこの板の穴を真ん中あたりにしてしまったこと。これはちょっといただけなかったですね。もうあと20センチほどこちら側にセッティングしてあげれば、もう少しこちら側のスペースを有効活用できたんですけれども、配管を通す穴をちょうど真ん中あたりに開けてしまったので、もう少しこの辺りに開けるべきでした。そうすれば車内をもっと広く使えたと思います。私のエブリィはこの座席が前に倒れないので、ちょっとセッティング自体は狭くなってしまうんですけれども、 DA64W 以降のエブリィは
この座席が前に倒れるはずですので、場合によってはこの助手席の部分にこの板を取り付けて排気をしてもいいかもしれません。もしこの施工をされる方は、穴を開ける位置がここではなく、なるべくこちら側にセッティングして配管をこちらに出すと取り回しがもっと良くなると思います。今回の動画では配管のこの部分の安全性を高め、真冬の駐車場でも問題なく使えるようにセッティングしてみました。前回の動画でもお伝えしましたが、このようなセッティングはメーカーの推奨ではありません。もしこの動画をご覧いただいて、この FF ヒーターをご自身で取り付けされる方は、くれぐれも安全に気をつけて取り付け、取り扱いをしてください。今回施工した私のアイデアも完璧ではありませんので、もしもっといい方法をご存知の方は、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。実はこの FF ヒーターの排気の音量をさらに下げることができるサイレンサーを Amazon で見つけたんですが、最短でも1月27日に届くとのことなので、まだ私の手元には届いていません。今後は外の部分にこのマフラーを仕込んでみて、音量が下がることがあれば動画でお伝えしようと思います。最後にこの FF ヒーターの撤去をやっていきます。まず天井の突っ張りポールを外して FF ヒーターの電源を切って、配管が手で触れるぐらいに冷たくなったら、この部分にある金属の固定バンドの金具をプラスドライバーもしくはラチェットレンチで取り外していきます。ある程度緩むとこのように引っ張ってあげるだけで配管は簡単に外れます。吸気パイプの方も同じ要領で引っ張って外します。2つの配管が外れたら FF ヒーターをスチールラックから下ろして車外に向かいます。車の外に出たら排気パイプのカバーを取り外して、サイレンサーと吸気パイプのエアフィルターも取り外します。車内に戻ったら先ほど回収したバスケットを入れて、固定金具もこの中に入れておきます。次に吸気パイプと排気パイプを中に引き込み、この収納ケースの中に入れていきます。排気パイプとサイレンサーなんですが、結構ススで汚れているので、私はこういった衣装ケースで持ち運ぶのがいいんではないかなと思っています。この衣装ケースの中には先ほど天井と固定していた突っ張り棒や一酸化炭素検知器、念のため火消しスプレーを入れておくと安心です。一応これだけ入れてもこの衣装ケースの蓋は問題なく閉まるんですが、このラックを分解して持ち運びたい方はゴムハンマー等で下から叩いてあげるとこのように簡単に分解できます。また今回は延長のポールを使っているので、ポールを取り外してこの衣装ケースの中に入れることもできます。今回は配管のカバーを入れてしまったので、このバスケット2つが入らなくなってしまったんですが、この配管のカバーを外に出してバスケットだけを入れてあげれば、このように問題なく収納できます。ここまで分解できたら窓を下ろして、この吸気パイプの穴に手を入れて引っ張ってあげれば、この板は簡単に取れます。この板はこの部分に突起があるので持ち運び要注意なんですが、このようにコンパクトに持ち運びできます。撤収時間も測っていたんですが、撮影をしながらでも8分間で撤収完了できましたので、普通なら5分もあれば FF ヒーターの取り外しが可能です。取り付け手順や施工法を間違わなければ、普通の車でも FF ヒーターを安全に快適に使えると思います。何度も繰り返しになりますが、こういった施工法はメーカーの推奨ではないので完全自己責任ではありますが、車に穴を開けることなくこの便利な FF ヒーターを使えるようになりますので、必要とされる方のご参考になれば幸いです。もしこの施工をされる方はくれぐれも安全対策を怠らずに使用してください。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。